今回はですね、ハンモックキャンプの設営方法っていうのをやりたいと思うんですけど、これは普段実際に僕がやってる方法で、ハンモック泊いろんなやり方があるので特に正解とかはないと思うんですけど、ハンモック泊やったことがない方とかがもし参考にしていただければ、いいかなと思ってちょっとやってみます。じゃあですね、まずちょっと道具を確認していこうと思います。実際に使う道具なんですが、ハンモックとハンモックスリングでタープですね。で今回 4m×3m 使ってます。であとはこのロープ類ですね。でちょっと細かく見ていきます。実際設営に使うロープとかなんですけども、こちらは 4mm のパラコードが 10m ですね。でこちらは 2mm の、ガイロープとして使うロープが 4m が2つで、最小限ペグは4つあればとりあえず OK です。で設定によりますけど最大10本持ってれば問題ないと思います。でこちらが、リッチラインとタープをつなぐプルージックの輪っかですね。これも一応2つあれば大丈夫。こちらは必須ではないですけど、タープとプルージックをつなぐカラビナ2つと、一応最低このぐらいあれば設営はできると思います。それではですね、実際にハンモックキャンプの設営をしていきたいと思うんですけども、もちろんハンモック木が2本ないと張れないので、この場合はこの木と木でやるんですけど、ちょっと幅が広いんですが、だいたい5メートル前後あれば問題ないかと思います。ハンモックを木に固定する方法いろいろあるんですけど、一応僕が使っているのはこういうハンモックスリングですかね。一番シンプルなやつでやってます。こういう感じで木に固定するんですけども、この時ですね、こっち側に引っ張るわけなんですが、こっち側にこういう風な引っ掛かりにすると、このハンモックスリングにすごい無理な力がかかるので、こんな感じですよね。こういう向きでやっておくとそんなに無理がかからなく傷まないと思います。このスリングの高さは木と木の距離によって結構変わるんですけど、今ここは6メートルぐらいあるんで割と高めになってます。通常だったらどうですかね、本当場合によりますけど、170センチよりは上につけた方が安定しやすいかなというところですね。ハンモックスリングを両方の木につけたら、実際にハンモックをつけていきます。だいたいどのハンモックもこういうカラビナついてるので、このハンモックスリングの輪っかにまず適当にカチッと、こんな感じですね。で反対側も止めておきます。でハンモックを張る高さなんですけど、結構ですね、思ったよりハンモックって沈み込むので、どうだろう、僕でいうと腰ぐらいの高さに設営すると、で実際にゆっくり座ってみたりとかして、地面まで30センチぐらいあればいいんじゃないですかね。あんまり高くすると出入りが
しにくくなったりするので、このぐらいでいいんじゃないかと。それではですね、次はタープをこの上に貼っていくんですけど、そのタープを貼るためのリッチラインを留めていきます。でまず最初に結ぶ方の結び方、これもまあいろいろあると思うんですけど、僕はエヴァンスノットっていうのを使ってます。まずクロスさせて2回回してできた輪っかに引き時計結びと。こんな感じですね。この結び方、一応長さの調節ができるので調整可能と。で外す時も取れますっていう結び方を使っています。こちら反対側の木に結ぶ方法なんですけど、ぐーっとこのリッチラインにテンションをかけたいので、トラッカーズヒッチという方法で結んでいきます。まず普通にこういう輪っかを1個作っといてですね、してこれ引っ張るとギュギュギュッとテンションがかかる、そんな仕組みになってますね。そしてこの留め方なんですけど、まあちゃんとやる人の場合、ここでトートラインヒッチとかで結ぶんですけど、木の種類によっては結構木の摩擦が強いので 2,3 回巻いとけばもう取れないですね。大体これで一晩ぐらいだったら大丈夫じゃないですかね。でこのリッチラインが貼れたら、このリッチラインにタープを接続するためのこのプル軸という方法で留めます。この輪っか当てて1、2、3回ぐらい巻けば大丈夫ですかね。で、好み、これも別にカラビナじゃなくてもいいんですけど、僕はもう最近このカラビナでタープに接続しちゃってます。ブッシュクラフトっぽく留めるんであれば、この木の棒なんかをループに通してこれで留めちゃうっていう手もありますね。でこのリッチラインにつけたこのプル軸を2つつけていきます。ここからタープを固定していきたいと思うんですけど、
今回使うタープは4メートル3メートルのタイプですね。でこちらタープの耳にカラビナ引っ掛けて、反対側もいます。タープとピッチラインの接続部分はこういう感じになってます。こんな風にして止めたりもできると思います。でバランスを調整して、これ僕4メートル使ってる理由は、雨の日に4メートルあるとハンモックが完全にタープの中に収まるんですよね。これがね3メートルだとちょうどこの端っこが外出たりするので、これからの季節は雨が降る可能性も高いと思うんで、4メートルぐらいはあった方がいいと思います。ちなみにですね、このリッチラインの今リッチラインの下にタープを張ってるんですけど、これ上でも別に構わないと思うんですが、一応雨が降った時にタープが上にかぶさってるとリッチラインを伝って雨が入ってくるっていうことらしいんですけどね、まあどっちでもいいのかなと。あと上にタープかぶせてると摩擦でタープ自体がちょっと傷むっていうのもあるんで、ただね中にリッチラインがあると物ぶら下げられたりとかして便利なんですよね。まあどっちでもいいと思うんですけど、僕はだいたいリッチラインの下にこうぶら下げる感じでいつも貼ってます。あとペグを打ってきます。いわゆる A フレームっていう形でオープンのままにするんであればあんまり高さ適当で大丈夫なんですけど、両側クローズとかするんであればこの高さ130センチ弱ぐらいがいいんじゃないですかね。とりあえず普通に A フレームで止めてます。よいしょ。中はこんな感じですかね。一応両サイドフルクローズのセッティングもやってみます。こんな感じにもできますかね。両サイドこうやって閉じてるので、プライベート感ができる。ちなみにこの形にする場合、最低でもペグが6本必要になります。さっきの A フレームただ四隅止めるだけだったらもちろん4本ですね。これからですね、こっち側を跳ね上げて
いわゆる跳ね上げ状態みたいなのを作っていきます。ですね、ここをこう跳ね上げていくんですけど、今回はまあこういう木の枝を使います。持ちあればポールとかでもいいかなと。この木の枝180ぐらいなので結構広くなりますよね。こんな感じで、タープに今ガイラインをつけるんですけど、ここのロープワークも簡単でですね、一番最初にやった、エヴァンスノット二重だったんですけど、これは一回りしただけでここで引き時計結び作っちゃうと、こんな感じですね。これで調整が可能となってます。そしてこういった枝とかポールで跳ね上げるんですけど、ここもですね、単純にこの木の棒に2回転ぐらい結べばもう十分じゃないかなと。そうね、ただくるくる巻きつけただけでペグと。ということで、ハンモックキャンプの、シンプルな設営方法というのをやってみたんですけども、参考になったでしょうか。いろんなやり方があると思うので、逆にもっと簡単な方法とかがあったらコメント欄とかにいただけると助かります。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。